どうも、日本語で喋りましょうの岡田です。このポッドキャストではナチュラル日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は映画Perfect Daysについてちょっと話したいと思います。つい先週ね、この映画を僕は見たんですけど、すごい面白かったんでね、ぜひ皆さんにも紹介させてください。で、多分ちょっとネタバレも含むかもしれないので、ネタバレが嫌な方は映画を見てからこのエピソードを聞いてみてください。で、見るかどうか今迷っている人は、ぜひ僕の話を聞いて、それで見るかどうか決めてみてください。で、まずは簡単なストーリー、簡単なあらすじについて話します。この映画は東京に一人で住んでいる主人公の平山さんっていうおじさんがいるんですけど、その人はトイレ掃除の仕事をしていて、で、東京にあるいろんなところの公衆トイレを掃除してるんです。で、そのおじさん、平山さんの、平凡な毎日、平凡な日常、その生活模様を映すっていう流れで話が進んでいきます。で、この映画の何が良かったかっていうと、まず一つ目、このおじさん、平山さんが全然喋らないんです。本当に全然喋らなくて、セリフもめちゃめちゃ少ないです。でも、だからこそ、この表情の少しの変化で、この平山さんの感情の動きを読み取れるんです。表情もね、本当にかすかに変わるだけだから、見る人によってはもしかしたら違う受け止め方もあるのかななんて思いながら見てました。で、次にすごいいいなと思ったところが、この同じ毎日の繰り返しのように見えるんですけど、いろんなことが少しずつ変化していくところ。ここがいいなと思いました。具体的にどういうことかというと、この平山さんっていうのはもう毎日同じルーティンをして生活してるんです。例えば毎日同じ時間に起きて、観葉植物に水をあげて、で、仕事に行く準備をして、で、毎日同じ缶コーヒーを自動販売機で買って、飲んで、で、それで仕事に行って、で、お昼ご飯はいつも同じところでサンドイッチを食べて、サンドイッチを食べてる時に空の木漏れ日の写真を撮って、で、仕事の後は毎日同じ居酒屋に行って、で、家に帰ってちょっと本を読んで寝るっていう繰り返しの毎日なんです。もう決まったルーティンを毎日毎日してるんです。で、休みの日は休みの日でその日のルーティンがあるんです。でもやっぱり思ったのは、どれだけ同じようなルーティンを繰り返していても、人生っていろんなことが起こりますよね。例えば職場で人が辞めていなくなったりとか、新しい人が来たりとか、例えば居酒屋の自分がいつも座る席が他の人に取られてたりとか、例えば近所のお店が潰れたりとか、例えば物がなくなったりとか、こういう一つ一つの小さな変化っていうのをこの映画では映していて、で、この小さな変化があるたびに、この平山さんの主人公のルーティンが崩れるんですね。でも、それと同時に平山さんの感情も揺れ動くんです。そこで、この平山さんのかすかな表情を見て、実際にどう感じているかというのは、受け手次第だと思います。見る人によって実際に彼がどう感じているのかっていうのは感じ方が違うかもしれません。でもそれって例えば美術館に行って
芸術作品を見ている時みたいにいろんな受け止め方があっていいと思うんですよね。なのでこの作品を見るとそういった楽しみ方もできるんじゃないかなって思いました。でこの映画を見て思ったのはやっぱり自分の人生にも重ねられるなって思いました。というのも実際日々の生活の中で、僕たち現代人は同じような忙しい日々を毎日過ごしてますよね。でも確実に小さな変化っていうのは毎日ありますよね。でもその変化によって動く気持ちとか感情っていうのは普段あまり気に留めないですよね。でもそういうもの、小さな感情の変化に注目することによってこの一日一日がより充実したものになるんじゃないかなって思います。必ずしも充実するかは分かりませんけど、毎日毎日一日一日の意味がちょっと変わってきますよね。ただ過ごすだけじゃなくてこういう小さな変化に例えば感謝したり、例えば悲しくなったり、この感情の変化っていうのをやっぱり大事にしようってこの映画を見て思いました。で他にもう一個思ったことがあって、この平山さん、すごい無口で喋らない平山さんの性格と僕の自分の父親の性格がちょっと似ているなっていうふうに思うところがあって、僕の父親もすごい無口であんまり喋らないしルーティーンが好きなんです。でここで思ったのがやっぱり話さないで、実際に口にしないで雰囲気とか仕草とかかすかな表情の変化から気持ちを読み取るっていうのはやっぱり日本の文化とか日本語を学ぶ上では欠かせないものだと思います。だからこの映画を見ることによってそういうことも学べるんじゃないかなとも思いました。なのでね、この映画まだ見てない人がいたらぜひ見てみてください。ということでね、今日は映画パーフェクトデイズについてちょっと話してみました。皆さんのこの映画の感想もぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったらポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。